キャンドルスタンドのプリミティブな感じがすごく好きで、収納がついていなかったんで、ラックをこのように置いて靴を収納しています。インテリアで大切にしていることは、こんにちは、リセノインテリアの浜田です。リセノでは主にコーディネートや撮影を担当していて、YouTube ではインテリアの基礎知識などを解説していたりします。京都の嵐山のすぐそばで12畳のワンルームで一人暮らしをしています。備え付けの収納はゼロなんですけど、もともと2部屋あったところをリノベでぶち抜いてあるワンルームなんですが、ワンルームの中では非常に広めだと思います。ダイニングも置けるくらいだし、ちょうど良い広さが気に入っています。あとはそうですね、建具の色味だったりもいい感じだし、日中は光も入るのでかなり気持ちいいんですよね。玄関は、収納がついていなかったんで、ラックを、このように置いて靴を収納しています。ほとんど革靴で、革靴がすごい好きなんですけど、特に、その中でもパラブーツっていうフランスの、メーカーさんのものはよく使っています。でファッションって特にこだわりってないんですけど、靴だけはいいものを履きなさいって親の言いつけを未だに守ってます。すごく小さなポイントではあるんですけど、北欧のヴィンテージのプレートをちょっと買ってきて、ここに貼り付けてちょっとした海外のアパートのような要素をプラスしています。意外と可愛くてすごく気に入ってるんですよね。では続いてキッチンですね。で料理もよくしますし、僕はコーヒーがすごく好きなので、ワンルームの中ではかなり広めのキッチンがついているところを選びました。であとはその料理をしている最中も楽しめるように、ちょっと変なところではあるんですけど、チボリを置いてラジオを聴きながら料理をしますね。キッチンの備え付けの収納がないので、よく使う食器とかストックできる食材入れとしてリセノのオリジナルのラスという家具をこのように置いています。すごく薄いし狭いスペースにちょうどよくて気に入ってますね。で上にはディスプレイもできますし、お部屋ってやっぱり必ず狭い場所とか、絶妙に活用しにくいスペースってあると思うので、本当にすごくおすすめなんですよね。で、お皿ですね。お皿は、やちむんとか、温太焼きとか、民芸的なものも、もちろん好きですし、他にもよく使うものはこの辺りに収納しています。これは、ルイス・ポールセンの pH4 分の3っていうやつで、ダイニングの補助工として使ってます。アールトの自邸に飾ってあるのを見てかっこいいなと思って購入しました。でそうですね、光源が見えないというポイントは、天井照明では必ずこだわるポイントかなと思います。優しい光も特徴ですね。そうですね、ここが、メインのスペースですね。一人暮らしですけど、美味しくご飯が食べたいなと思ってヴィンテージのピルッカですね、ピルッカというダイニングを使用しています。前の所有者が天板を黒く塗っていて、名作家具を塗装するっていうのはなかなか自分ではできないなと思うんですけど、長く使う工夫みたいなのがすごく自然でかっこいいなと思って買いました。であとは、この辺りも、ディスプレイして、賑やかな感じになってますね。でリサラソンの灰皿とか、ガラスの筒に石を入れてディスプレイをしています。使いやすさだけじゃなくて、その雑多な感じにできるっていうのも一人暮らしだからこそかなっていうふうに思っています。
ここには、よく読む本とか、読んでる途中の本とかを置いてます。でフィリップ・ワイズベッカーという方の、ポスターをかけて、ちょっとした、ディスプレイコーナーのように、しているんですよね。でこれは、シャルロット・ペリアンの、スツールと、ライトです。民芸でその有名な柳宗悦さんとも親交があったり、シャルロット・ペリアンは日本のデザインにもかなり影響を与えた、デザイナーの一人だと思います。で時代背景とかその当時の人たちがどんな思いで作ったのかっていうのを考えるのが好きで、古いものってやっぱりすごく楽しいんですよね。今当たり前にあるそのプロダクトのルーツだったりすることもありますし、名作とかヴィンテージって100年前のものとかがこう残ってますけど、それってそれなりの理由があるというか、それが機能なのかデザインなのかストーリーなのかは、分かりませんけど、やっぱりトラッドなものにはどうしてもやっぱり惹かれてしまいますよね。でこの棚とかはそのホームセンターで板を自分で買ってきて、自分で作ったんですけど、ベッドとかも自分で作ったりしてて、ちょいちょい DIY はします。で作りは結構雑だし、ちょっと溢れてしまってるんですけど、入りきらない服とかはもともとオーディオを収納していた場所に、しまっています。で普通のやっぱり物件だと、こういうことってあんまりないと思うんですけど、その不自由さを自分なりにこう解消していくっていうのも、僕はインテリアの楽しさなんじゃないかなというふうに思ってます。こちらは、ヴィンテージのビューローですね。イギリスのメレデューというブランドだったと思います。で確か、大阪のヴィンテージショップで購入しました。で上にもディスプレイをしていて、これは、バウハウスの、初代メタル工房のリーダーだったクリスチャン・デルという方の照明で、一応1930年代の初期型でかなり珍しいものだと思います。で上にロゴとか入っててすごくかっこよくて気に入っています。でこちらは、石川ガラス工芸社さんというところのもので、僕が大学生の時に、リセノのショップでアルバイトをしていて、その裏にあるお店で取り扱いがあったものですね。でこの、キャンドルスタンドのプリミティブな感じがすごく好きで、他のものも、集めるようになりました。とても気に入ってます。あとは、押し花のポスター飾ったり、時計を飾ったり、ガラスのフラワーベースを飾ったりという形で、統一感っていうのはそこまで意識してないんですけど、サイズ感とか配置のバランスっていうのは、気をつけるようにしています。で僕お店も行きますし、海外のそのオークションサイトをよく利用していて、この上にかかってるデンマークの、キャンドルスタンドもそうですし、こちらのエリック・ホグランっていう方の、キャンドルスタンドも、海外サイトで購入して、輸送してもらいました。この辺は、レコードとか雑誌とかですね。でポスターは、サイト・オンブリーという方のポスターを飾ってます。でもっと、本とかレコードとかが増えたら、いいキャビネットが欲しいなって思ってます。でもともと父親の趣味でジャズとかボサノバっていうのを小さい時によく聴いていて、ここ最近になって自分でもレコードを探して買ってきて、聴くようになってきました。このレコードのやっぱりアナログ感というかすごいいいですよね。リセノの店舗でも取り扱いのある、シェーカーボックスなんですけど、僕このデザインがすごい好きで、生活感の出るリモコンとかコード類とかっていうのを、ここにしまってます。床はもともと木材が敷いてあったんですけど、ホテルの床の上を歩くあの感じがすごく好きで、それに憧れて、カーペットを敷いてます。で物件がですね古くてすごく足元が冷えるので、それが解消されましたし、簡単に印象を変えることもできるので、すごく良かったなって
思ってます。でワンルームってベッドがやっぱり難しいなと思ってて、ファブリックをこんな感じでかけるだけでもまあ全然違うと思いますけど、ここは僕もまだまだ模索中ですね。はい、でそれから、ソファーですね。でソファーでくつろぐタイミングっていうのは休日がメインになります。でソファーがないとそのベッドでずっとダラダラしちゃうので、こんな感じで、意図的にくつろぐスペースとして、分けています。はい、でオルガンっていう福岡のお店のソファーなんですけど、こういう埋め込みのボタンとかがクラシックでなんか愛嬌があっていいなと思ってます。はい、で辺りの雑貨もオルガンで購入したものですね。すごく好きなお店です。基本的にはヴィンテージのものが好きなんですけど、特にめちゃめちゃ強いこだわりっていうのはなくて、いいなと思ったものを直感で購入することが多いかなと思います。はい、インテリアで大切にしていることは、全部を完璧に整理したりルールに縛られてしまうとやっぱり僕はしんどくなってしまうので、最低限片付いていれば雑多でもいいやっていう気持ちで過ごしてます。で物のセレクトに関しても同じで、買ってきてから置き場所を考えることの方が多いですし、やっぱりその暮らしを楽しむためには、心のゆとりを自分で作ってあげるっていうことが大事なのかなというふうに考えています。で片付けとか素敵にしなくちゃって、普段の仕事が忙しいとやっぱりそこに苦しめられることってあると思うんですよね。なので、自分なりの程よい丁寧さとか、こだわりとか、やっぱり家は心からくつろげる場所であってほしいなと思うので、無理のない、頑張りすぎない感じで、僕はインテリアを楽しんでいます。